さっきサックスを預けた楽器屋さんから連絡がありまして、調整が終わったので取りに来てくださいということだったので今向かってるんですけど、確か先週の水曜日でしたよね、持ってったの。それで1週間ぐらいかかるって言われて、今日日曜日なんですけど、随分早かったな。早いのは助かるんですけど、ただ1週間ぐらいかかりますって言われた時に僕がそんなにかかるんですかってつい言っちゃったんですよ。だからそれを気にされて急がせてしまったのかもしれないな。だとしたら申し訳ないな。ちょっと一応受け取る時にその辺聞いてみよう。曇りですね。昨日まで雨だったんですけど、昨日の夜結構降ってたかな。朝になったら止んでました。昨日はプライムビデオで男たちのバンカ1と2を見たんですよ。だいぶ昔の香港映画なんですけど、もともと僕がね、確か19歳の頃に見てすごく衝撃を受けて、今でも大好きな映画なんですけど、ここ何年か見てなくて久しぶりに見たいなと思ったんで見たんですよ。で、なんで久しぶりに見たいなと思ったかというと、キアヌ・リーブスのジョン・ウィックシリーズの最新作を見たからなんですよ。で、なんかそのジョン・ウィックコンセクエンスだったかな、それがなんか男たちのバンカーを彷彿とさせるシーンとかキャラクターがなんかたくさんあって、だから久しぶりに見てみようと思って見たんですけど、やっぱり面白かったですね。その男たちのバンカーっていうのはシリーズ3作ぐらいあるのかな。なんか男たちのバンカーっていうタイトルがついてる映画は他にもあるんですけども、それはね、ただ単に放題が日本でのタイトルがそうなってるだけで監督と主演が同じなだけで全然違うお話なんですけど、多分3まではつながってるのかな。ちょっと今夜3を見ようかなと思ってるんですけど、でまあどういう話かというと、主人公の男が3人いて、で1人は巨大な偽札を作る組織の人なんですね。結構ボスではないんですけども、かなり上の人で、まあそういう極道の世界の人で、その弟が警察官志望で警察官になるんですね。で後に刑事になるんですけども、警察官になった時とお兄さんがどういう仕事を、裏社会の人間だということを知らないんですよ。で後にそのお兄さんがその裏社会のかなりの人物であるということが分かって、そこから兄弟の関係に亀裂が入っていってっていう話で、まあその間にチョウ・ユンファっていう役者さんがやってる、まあ、彼が一番主役っていうか、そのお兄さんの仲間でその組織にいるのがチョウ・ユンファで、まあね、これがね、でテーマ的にはお兄さんはもう弟のためにそういう悪い仕事からもう足を洗いたいんですけども、その
通の人として働いていくということがいかに難しいかというお話なんですよ。警察官である弟に許してもらいたいおじいちゃん、なんかその辺のね男たちのお話なんですよね。なるべくネタバレしないように話そうかな。別にねそれねラストがどうなるかとか知ってたって十分楽しいんですけど、2になるとまた登場人物も増えてくるんですけど、2でね2の一番の見どころが、この映画のシリーズのテーマに通ずるセリフなんですけど、なぜ善人でいることがこんなに難しいんだろうっていうセリフがあるんですね。その本当に悪い組織から抜け出して真っ当な道を歩もうとしてるのに、もういろんな邪魔が入ってなかなか悪い世界との関係を断ち切れなくて、でなんでこんなに善人でいることが難しいんだっていうセリフが最高のタイミングで放たれるんですよ。その辺注目してね、ぜひご覧になってください。僕はね、ちょっと3はねもう何年も見てないんでちょっとあまり記憶がちょっと曖昧なんですけど、1、2は昨日見て、僕やっぱり2の方が好きなんですよ、映画として物語として。ただその2を楽しむためには最初の第1作目をねやっぱり見ないといけなくて、第1作目もすっごく面白いんですよ。結構男たちの挽歌っていうくらいで、もう登場人物も男ばっかりなんですよ。レスリーちゃんの奥さんだけぐらい、レスリーちゃんの奥さんぐらいかな、女性がちゃんと出てくるのは。なんか今見るとレスリーちゃんがすごい可愛いですねなんか多分当時はアイドルっぽい感じだったのかな。なんかね若いうちに亡くなってしまいましたけど、今でもご存命だったらすごくいいおじさんになってたんじゃないかな。なんかねその辺多分ね女性でもねその男たちの挽歌ハマる人は多いと思います。なんか多分当時も女性のファンも結構見てたんじゃないかな。で、なんかねその後もね韓国とか中国でリメイクされたみたいなんですけども、中国版のやつはなんか舞台が日本になってたりしてなんか面白そうかなと思ったんですけど、もう予告編見ただけでなんかこれちょっと違うなと思って、見てないですね。なんだろう、香港映画独特の絶望、希望と絶望がね交互に目まぐるしくやってくる感じ、あれがねすごくいいんですよね。でちゃんとね物語に没頭してると本当この希望は後の絶望のための希望かとかは全然感じなくて、もうその都度喜べるしその都度絶望できるんですよね。なんかその振り幅がねすごくなんか味わい深いんですよね。だからインファナルアフェアってアンディ・ラウト、人名前ど忘れしちゃったけど、インファナルアフェアもハリウッドでリメイクされましたよね、ディカプリオ。ただね、あれもね
ンファナルアフェアじゃなくて、なんていう名前だ、なんだっけ、デパーテッドだっけ、インファナルアフェアのハリウッド版はジャック・ニコルソンと、デパーテッドだったかな。あれもね、デパーテッドもすごく良かったんですけど、やっぱりね、香港のオリジナル版の方が絶望感はね、ちょっと元気ある時じゃないと見れないんですけど、落ち込んじゃうからインファナルアフェア香港版のね、現代が、漢字4文字で元のタイトルがあるんですけど、なるほど、日本だったらこっちのタイトルでもよかったんじゃないのっていうぐらい、そのタイトルがね素晴らしかったですね。この辺もインファナルアフェアもぜひね、精神的に余裕がある時にぜひご覧になってください。なんか晴れてきました。無事僕のサックスが調整から戻ってきました。受け取ってきました。やっぱりね、お店の方に聞いたら急いでくれたみたいです僕がよっぽど深刻な顔してたんでしょうね、1週間と聞いてなんか申し訳ないけどありがたいですね。でお昼ご飯食べようと思ったんですけど、もうどこのお店もすごく混んでいて、なんかお店探すのが面倒になっちゃったんで、コンビニに寄っておにぎりとコーヒーを買いました。だいぶ山の方に戻ってきたんですけど、何日か練習できてなかったんで、ちょっと帰ったらサックスの練習をしばらくやって、もしよかったら男たちのバンカー1と2見てみてください、興味のある方。前から映画の話しようかなって言ってたでしょ。あれでなんかいかにも僕が選びそうな映画の話をしてもつまんないかなと思って、いかにも僕がしそうな映画の話ってなんだろうな。でもまさか香港のバイオレンス映画を持ってくるとは思わなかったでしょ